こんにちは。札幌で陶芸やってます橋本忍です。板皿用の四つ足の石膏型が出来上がりました。それで、今日はねそれを紹介しようと思います。で型はね、こんな感じで、この間のね動画でもちょっと紹介したんでわかると思いますが、じゃあ今日はね実際にこれを使って、板皿に高台足をねつけるっていう作業をやっていこうと思います。さっきねちょっと試しに作ったんですよ。こんな感じ見えるかな。普通の板皿です。四角い板皿。それで裏がこういう風になってます、ね、四つ足つけてこれを作っていきますね。すごいいい感じです。やっぱりね器はね高台があるとねすごい上品に見えていいですね。よし、じゃあ早速やっていきますね。じゃあまずね四角い正方形の皿を作っていきます。今回は6ミリにしてみました。6ミリでサイズがどれぐらいだろうこれ。サイズが17センチ角ですね。17センチ角の正方形の角皿をねまず作っていこうと思います。よいしょ。もうこれね、一応切ってあるので、一応縁をちょっと締めていきますね。今回はとりあえずフラットな皿でいこうと思っています。あんまりね縁を立ち上げないで作っていきます。でもちろん、このまま今縁締めただけです。この状態で、足をつけてそれで完成でも全然いいです。でもねちょっと、シュッとしたいので縁を斜めに切ります。斜めに切るのはおなじみ縁カッターです。縁カッターはねこれ前に紹介した動画あるんで、ここら辺に貼っておくんで見てください。よし、ほら便利な縁カッター、簡単に斜めに切れます。はい、これで四つ角が切れました。そしたらね今ねあんまり水をつけないかなと思ったんですよ。ちょっとねこのデモンストレーション用にちゃっと作りたかったんで、水をつけるとねこのケーカル板からの離れがちょっと悪くなるんでね、どうしようかなと思ったんですが、やっぱちゃんとやりますね。よし、で一回返します。大丈夫だ。そしたらちょっとね表面を縁をねちょっと丸めます。僕ねこれ丸めるのはもう指で丸めるのがもう癖というかね、なんかもうこうやってやってますねいつも。この指でねやる感じがすごい僕は好きで、ちょっとねバリができるんですよ。そのバリがいい感じになるんですね。縁を見えるかな、斜めにね整えました。そしてどうしようかな。これね今ちょっと水ついてるから
ケーカル板にねまた逆さまに乗せ替えるんですけど、くっついちゃうかもね。くっつかないように片栗粉を振ろうかな。まあ、粘土がね石膏型とかこういうケーカル板とかにねくっつきそうな時は片栗粉をちょっと振っておくといいです。そしたら表が仕上げたらこれまた裏返します。そして、先に粘土を詰めておけばよかった手順悪いですね。これは、今僕は、作ってから詰めますけど、これ先に詰めた方がいいです。絶対に絶対に先に詰めた方がいいです。先に詰めといて、で少し水分がね吸われて縮むというか、ちょっと落ち着くんで、そうすると抜けもいいしね。よし、はい、で粘土を詰めて、粘土を詰めたら、何で押してもいいんですけど、しっかりね、これこれでやんない方がいいかな。割れちゃったら良くないね。とにかくしっかり詰めます、ね。粘土詰める時は端の方から紐を詰めてって、中に空気をね入れないように、空気をこう押し出すように端の方から詰めていくといいと思います。でとにかくしっかり詰めます。こうやってもいいか。グッと。よし。で2つ。しっかり詰めます。やばいやばいやばい机にくっついちゃったこれ入った。これあんまり良くないですね、こうやって入れ直すのはね。ちゃんと入ればいいけど、ちゃんと入んないようだったらまた最初から粘土を入れた方がいいかな。そう、机だとちょっとこうやってね今みたくくっついちゃうことがあるんで、こうやって石膏でやりたいんだけど、ケーカル板がいいかな。ケーカル板だったら大丈夫かな。よし、はい、最後。しっかり押して、よし。そしたら、手順としては先にこれをやってその後皿作った方がいいと思います。そして、このね余分を取っていきます。ざっくり僕はねこうやって手で取っちゃうんですね。ざっくり取って、でその後こういうね、これは何、ステンレス、アルミステンレスかな、ステンレスのヘラ、こういうのでこれねこう削ぐ時に
この足がね外れてこないように気をつけながらやってください。はい、こんな感じでね。よし、全部やっていきます。これね、最初にある程度こうやって大雑把に落としといた方が根こそぎガボって外れなくていいんですよ。この状態のままこうやってやると一緒にね剥がれてきちゃったりするんですよね。まあそこはねいろいろやってれば慣れてくると思うので、いろいろ探りながらやってみてください。よし、最後よし、できました。それではこれを接着していきますね。で接着する時はもう簡単です。土塀をつけますね。土塀をこうやってね、足に沿って塗ります。これ多少はみ出しても大丈夫です。でこれ全部ね、この足から外側までの距離は全部同じになってますんで、この差だったら今カットしたね内側の線、そこにジャストに合わせますね。そうするとここの幅5ミリに作ってあるんで、そこから5ミリ内側に足がつくことになります。はい、軽く押して、これそんなにこれはねがっちり押さなくても大丈夫です。軽く押せば、あとはね土塀でくっついてくれるので、そしたらここもこの通り向き間違わないようにね向きを間違わないようにちゃんとつけていきましょう。おっと、これはすごい楽。はい、もう完成したようなもんです、これで。いやそんなことないなちょっと言い過ぎた。よし、そしたらここで多分今もうすぐ外れると思うんですけど、もし心配なようだったら時間を置けば置くほど外れるの簡単になりますね。ほら、あ、大丈夫。
はい、こんな感じ。ちょっとね土塀はみ出してるとこありますけど、これはスポンジだったりスポンジだったり筆なんかで整えてやればいいです。まあ筆がいいかな、筆でねこうやって整えてやります。この時に隙間なんかあったらね、その隙間もこうやって筆で押さえてやるというか、埋めてやるというか、押さえてやるというかね、すればいいと思います。はい、そしたら最後ねこれをひっくり返して、でこれひっくり返すのがこのボディの硬さ、そこを考えながらやってください。すぐひっくり返してもいいし、もしあまりに柔らかいようだったらもうちょっと後ね、タイミングを測ってやってください。はい、これでね板皿一応できました。ただこのままだとちょっとあまりにもフラットすぎるんでね、気持ち縁を上げてやります。縁というかね、これ四つ角ですね。四つ角を若干上げてやると皿としての要件を満たす感じになりますね。あともちろんこのね辺もちょっと上げてやってもいいとは思いますが、この上げる時にねちょっと気をつけないと、今足がこう入っててこう入ってて真ん中はちょっと空いてますよね。その空いてるとこってこうやって上げるとへこんじゃう可能性ありますんで、それをちょっと気をつけた方がいいですね。はい、完成。よくないですね。簡単にできます。もう天ぷらって感じですよね。よし、そしたら今回はねこの L 字の四つ足とそれと一緒にストレートのバーも作ったので、それを使って長皿ですね、長方形の皿も作ってみましょう。こういう、ストレートのバーですね。これを横の辺に使って、こういうね、こういう長皿、そしたら今回はちゃんと間違わないようにね、先に入れておきます。こうやってね押す時本当気をつけてくださいね。石膏なんであんまり無茶するとバキッて折れちゃう可能性ありますからね。まずはこうちゃんと指で押して、で最後にねちょっと全体に圧力かける感じで、指だけでやるとどうしても押す面積が小さいんで、押した時に土が違うところに逃げるんですよね。それを防ぐために最後こうやって面で押します。四角いのはねさっき試しに作ったんだけど、長方形は今初めてやるんでどうだろう、多分大丈夫だと思うけど、ちょっと楽しみ。これ今ね僕は例えばこの足をね4つと2つとかね使ってやってますけど、最悪これ1個でも別にできますから、1個押してこうね1個押して、これまたここに1個押して1個押してって、まあ面倒ですけど、全然1個でもできるといえばできます。まあ4つあればね一発でねできるんで楽ではありますが、1個でも2個でも
やろうと思えばできますんで。さあストレートはうまく使えるかな。はい、長方形でやっていきますね。じゃあこれもまた同じように一応締めて、よいしょ、乗るかな。足りないな。でまた縁カッターで縁を切ります。ひっくり返して、くっついたか。大丈夫だ。よし。でもこれあれかな、ちょっとひっくり返さないでもっと短縮してみますか。今のひっくり返すのをちょっと見なかったことにしてください。この状態で足を接着していきます。で返してから縁も処理してみようかな。もしかしたらそれでもいいかもしれない。土のね硬さとかにもよるんだけど、最後返した状態で触れば触るほどちょっとねへこんでったりとかする可能性が、そういうリスクがねちょっと高くなるんだけど、タイミングが良ければ土の硬さとかね、あと土の厚みも、今僕これは6ミリにしてますけど、6ミリじゃなくて7ミリでもいいし、5ミリはちょっときついと思うんですけど、6ミリ、7ミリ、8ミリね、それによってもまた変わってくるんで、そこはねいろいろ試してみてください。これ先に添えといた方が良かったかもしれないな。ちょっと置いとくと、この作業やりづらいかもしれないですね。先に削いだこの状態で放置しといた方がいいかもしれない。ちょっとね放置しといたんで、この手でね削ぐのがあんまり削れないんですよ。だから削ぐのだけ、先にしといた方が良かったな。よし、できました。そしたらまたつけていきます。で、このストレートのバーもこの端からの距離全部5ミリにしてあるんで、全部こう並べればね
一直線上になるようになってます。よし、じゃあ角からいきます。まず四つ角全部やっちゃってだね。うわすげえぴったりすぎる。危な。よし、そしたら最後にストレート。これをこことここのね間にちゃんと置きます。これでね、もしお皿のサイズ大きくなったらこれをどんどん増やしていけばね一周できるはずです。ただね、あんまり面積広くなってくると、広大あるとね、焼いた時にね真ん中落ちてきて底付きしちゃうっていうこともありえるので、そこら辺はねまたなんか違う工夫をした方がいいかもしれないですね。例えば真ん中にも1本後で入れとくとか、よくわかんないけど、まあそれから焼く時にね目土を立てればいいのかな。よし、こんな感じ。そしたら外していきます。外すのが怖いね。よし、よし、いいぞ。ほい。気持ちいい。これスポンと抜けた。よし、はい、こんな感じ。そしたらこれまた一応ね、土塀の跡とかはみ出してるのあったらこうやって整えてやります。よし、はい。そして、ひっくり返します。さっきはね、もう表側の処理、さっきの正方形の方はね表側の処理もう済んでいるんだけど、こっちはまだしてないのでここで、表の処理をしていきます。いいかもしんない、このやり方で。この手順とかはねやっぱその人その人でねいろいろやり方あっていいと思うんですよ。この手順じゃなくても全然いいし、あと土の状態ですよね。状態によってやっぱ手順はどんどん変わっていくべきだと思ってるんで、僕自身もねその状態見ながら手順変えたりすることは本当によくあります。必ず同じ手順じゃないといけないってことはなかったりするんでね。もちろんね手順間違うと良くないことになるっていう、そういうパートもあるんですけどね。ここは、この手順は全然変わって大丈夫。これでいいですね。これで今全くフラットですね。でこれをさっきみたくまたちょっと端っこを上げてやります。でもしかしたらここで四つ角を上げるぐらいでもいいかもしれない。四つ角を上げるだけでほら皿っぽく見えません？皿感が出てくるでしょう。今はこの辺は全くいじってないんですけど、
四つ角を上げるだけで安心感っていうのが出てくるんですよね。器としての安心感っていうのが。あと、この皿に関して言えば、ちょっと僕こう指でねやった時にここ中にめくり込むなんかめくって中にねこう入れ込むんですよ。そうするとここに縁みたいなのができるんですよね。それがあるだけでも、器としての安心感っていうのを目から人は感じるんで、そういうのがあれば、器としての要件が満たされるわけですよ。あと予想なんですけど、焼いた時に若干真ん中が落ちるかもしれないですね。そうすると、高台ね足があるんで端は落ちないで真ん中だけ落ちるということは、焼き上がると結局縁が上がってるようになるってことですよね。そうなればそれはそれでまた器としての安心感出てくるんで、器感がね出てくるんで、最悪腹が底がねつかない程度に落ちるのは、見込んでもいいかなとは思いますよね。はい、綺麗じゃないです、いいと思います。よしはい、というわけでね、この石膏の板皿用の四つ足を使って、板皿2枚作ってみました。僕もね今これ初めて作ったんですけどいいと思います。当たり前だよねちゃんとそうやって作ったんだから実用的だと思います、すごく。でこれは僕のオンラインストアがありまして、それは概要欄に貼っておきますんで見てください。その、オンラインストアで、1個900円で販売しますんで、1個でいいやって人は1個4つとか6つとかいくつでも大丈夫です。今一生懸命作ってますんで、前よりはちょっと量多く作れるんですぐに売り切れてもう作るのやめたとはなんないとは思うんですけど、よかったら、買ってください。あとね自分でももちろんね作れるんで、自分でね作りたいって人は前回の動画で軽く説明してありますんで作ってみてください。そんなわけで、今日はこのね四つ足用板皿用四つ足石膏型、四つ足じゃないな、ストレートもあるからいいや、一応四つ足石膏型とストレート、これの紹介をしてみました。じゃあまた次の動画を楽しみにしていてください。バイバイ。